私が大好きな琵琶湖のある滋賀県に来ています。滋賀県はね、何回か来たことあるんだけど、まだまだ行ってみたいところがあるので、今回は巡っていこうと思います。あとね、夜には、とてもずっとね、お会いしたかった方々とのコラボがあるので、すごく楽しみです。では、行ってきます。風鈴の音って癒されるよね。カラフルな風鈴が思った以上にたくさんあってテンション上がった。これでよかったな。次は滋賀で有名なドライブスポット、メタセコイア並木道に向かいます。お久しぶりです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。お久しぶりです。今回のゲストの、カラビナチャンネルのマナトさんです。カラビナチャンネルマナトです。今日はね、ちょっとかなえさんお仕事なので、不在なんですけども、いつもはこのね、かなえさんがメインで出てるので、ちょっと向けられると緊張するんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっとこの後、一緒にドライブをして、その後かなえさんも合流して、一緒にご飯食べてと、楽しみにしてますので、お願いします。早速行きましょうか。行きましょう。はい、ゴー。やっぱりうちのカラビナはもうダムドさんのこのフェイスチェンジキット、もうこれありきでもうこのハスラーにしたっていう。そうなんですね。もうネットで見てたらこの顔バンと出てきて、ちょうど車をね買い替えるタイミングやったんで、もうこれやってなって、奥さんに内緒で勝手に契約してそうなんです。仕事終わったら、これをこんな頼んじゃったって言ってもらえたら、ってさすがになって可愛く頼んじゃったってそうなんです。どこのですか？これはもうね、昭和ガレージさんの A クロスのオンリーで、これ正直なところ、本当にミュウさんの動画を見て、これめっちゃいいと思ってつけたんですよ。本当にそうなんです。
シートカバー。あそう、コーデュロイで。うん、かわいい。あ、コーデュロイなんだ。そうなんですよ。コーデュロイとこのフェイクレザーとかね。かわいい。そうなんですよ。へえ。これも可愛くてね。うん、かわいい。はい、これも一番最初につけたんですか？そうなんですよ。これはもう納車の時につけていただいて。あ、この緑との相性もすごいですよね。かわいい。で、あとはもうね、自分でいろいろ手を加えていって、ここもね、ちょっとコーデュロイかわいい。自分で貼って。自分で？そうなんですよ。すごっ。この統一感。よくなった。すごい。自画自賛。めっちゃいい。私もやりたいです、これ。そうなんですよ。割とね、こうパコって外してできるので。で、これ一応サイドボードだけじゃなくて、外して、こうラゲッジボードにもできるようにしてるので、使い方はいろいろできるように、その時その時もこれ動かせるんですね。あ、簡単に。そう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 。へえ。今ちょっと足を押しちゃいましたけど、これをもうこうすれば。便利。あ、いいなー。どっちでも。うわ、すごっ。使えるように。これ作ったんですか？作りました。すごっ。足でこうやって。めっちゃ器用。この辺は既製品ないです。何をしたんですか？これ本当にね、言いたいんですけど、ジムニーはカスタムパーツありすぎ。カスラーは一切というかね、ほとんど社外品がないんです。そうなんですね。なのでもうなんとか自分でやるしかなくて、いろいろ測ってこれやったらいけるかなみたいなんで。これは六角とかなんですか？あ、そうですね。この裏にはM6 の穴があるんですよね。それに合うものを探して、あとはもうイレクターパイプで全部組んで、うわ、すごい。有効ボードカットしてみたいな。すごっ。お仕事終わりのかなえさんと合流。本当に楽しい時間だったな。お話を聞いて苦しくて涙が出て、もうこれ以上何も言わないでってほど爆笑してた時間もあったり、また次遊びに行こうって約束もできたりして、これからも会えるのが楽しみ。はい、では、今日は琵琶湖バレーに行ってアクティビティをいろいろと楽しもうと思います。行ってきます。はい、ありがとうございます。お腹が空いたから受けよう。ハンバーグいただきます。景色がいいカフェってテンション上がる。結構風強くて空気もひんやりしてるから曇ってくると割と寒くて、温かいスープが身にしみる。美味しい。このね、ジップラインアドベンチャーをね、やりたかったので、予約して説明受けたら、アクションカメラで撮りたかったんだけど、アクションカメラつけられないって言われちゃって、でね、
ね。こっちのスカイウォーカーならいけるかなって思ったんだけど、基本、スマホのケースに入れて、スマホでだったら撮影できるっていうことで、スマホのケースにアクションカメラが入れられるのであれば、撮影できますと。でも、他の頭につけたりとかでのアクションカメラでの撮影はこっちも NG っていうことで、ジップラインがダメで、スカイウォーカーの方もどうかなって思ったんだけど、ぐるって回ってみたら結構、無料の遊具とかも楽しそうだなっていうのとか、あとリフトとかも乗れるみたいだったから、そっちでいいかなって思って、とりあえず、ジップラインの方はキャンセルして、いろいろと他のところで、楽しんでこようかなと思ってます。今回スポンサーになっていただいた赤楚さんのブレイブ8を使って Vlog を撮影してきました。一番の特徴はコスパが最高です。このブレイブ8はだいたい GoPro の半額ぐらいで購入することができるので、これから動画を始めてみたいと思っている方にはぴったりかなと思います。機能面で言うと 8K のタイムラプスが撮れたり、720p に限られますが16倍スローモーションが撮れたり、表現の幅が広がるような機能も備わっています。手ブレ補正に関しては通常モードとハイパースムーズモードがあります。どうでしょうか。ハイパースムーズモードはかなり手ブレ補正が効いていますね。画質に関しては 4K60fps まで撮れます。アクションカメラは手軽にいろいろな表現ができるので楽しいですね。最後にあえて今回がっつり使ってみてのデメリットをお伝えするとすれば、1、ハイパースムーズモードはアプリで書き出しが必要。ハイパースムーズのデータは一度アプリで書き出しをしないと補正がかからないので、書き出しにどうしても時間がかかってしまうのでちょっと使いづらいと感じました。2、4K で長時間撮影していると熱暴走で電源が落ちることがあった。今回の Vlog は 4K で全て撮ったのですが、長時間撮影になると熱暴走して電源が落ちることがありました。確認してみると撮れていなかったなんてことがあったらとてもショックなので、今後の改善に期待したいです。ただフル HD で撮る分には問題なく撮れていたので、 4K にこだわりがなければあまり関係ないかと思います。デメリットもお伝えしましたが、 GoPro の半額で買えていろいろな表現ができる機能が備わっているので、これから動画を始めてみたいという方にはとても良いアクションカメラだと感じました。今回は滋賀で過ごした2日間を Vlog にしたんだけど、どうだったかな。滋賀に初めて行ったのは5年くらい前なんだけど、
琵琶湖の水が透き通ってて波が穏やかで気持ちよくて、この辺に住むのもありだなーなんて思った場所なんだよね。今回はメタセコイア並木道など初めて行った場所も多くて、私が思っていたよりも滋賀県って自然豊かな場所だったんだなーって思った。もっと癒されスポットでのんびりしたかったな。次はカフェ巡りもしたい。カラビナチャンネルのマナトさんとかなえさんと遊べたのも本当にいい思い出になりました。これからはお友達も増やしていけたらいいなと思ってます。では最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。